こんにちは。デジタルスカルプターの丹野はじめと申します。この動画はセンスを磨け Z ブラシ初心者のための究極のドラゴン講座という動画講座の第2回目です。前回ドラゴンの顔のベースの制作を進めました。今回は顔の細かい部分、鱗や口角、そして角の造形をしていきたいと思います。ツール紹介動画も追加でございますので、そちらの方も適宜参考にしてください。それでは Z スフィアという機能で角の素体を作っていきます。Z スフィアについてはツール紹介動画2の方で詳しく説明しておりますので、使い方がわからない方はそちらの方をぜひ参考にしてください。角のベースを作る際にスフィアをスネークフックブラシなどで引き伸ばして作っていく手など、いろいろやり方はあるんですけれども、Z スフィアはシルエットのコントロールが容易なので、様々な素体作りで一番私は使いやすいかなと思っております。次回の体の素体作りにも用いております。今回のドラゴンは私が以前作ったガーゴイルという作品のリメイク的な感じでもあるので、その角を意識してシルエットを作っていきます。形状的には後ろに伸びる角ではなく、今回は前にせり出すタイプの角になりますね。角は他の部位に比べてもかなり直感的に作っていける部位なので、具体的に説明するっていうのはなかなか難しいのですが、やはりこの段階ではシルエットを意識することがかっこいい、美しい角に仕上げるポイントかなと思います。どの角度から見てもシルエットの流れがわかるようにしっかりと調節していきます。Z スフィアを使って素体を作るにあたって、大事なのは最初はあまり割りを増やさないというところかなと思います。できるだけ割りを増やさずに、少ない関節の量で調節することで、コントロールのしやすさを担保しつつ、意識していない部分が曲がってしまったり、ガタガタになるっていうことを防ぎます。ある程度形が決まってきたら、割りを増やして、滑らかな形にしていきましょう。噛み合わせの調節に入っていきます。まずは下顎部分にマスクペンを使ってマスクをかけていきます。下顎が可動する部分を境にマスクをかけ終わったら、マスク箇所を分割をして別のサブツールにしてあげましょう。分割をすると穴が開いたようなメッシュにはなりますが、こういった時、ジオメトリのトポロジー編集内にある穴閉じという機能を使うと便利です。穴閉じをした断面部分がちょっとへこんでいるような形になってしまいますので、マスクをかけて反転させて、そこの部分を引っ張り出して厚みを作ってあげております。下顎のパーツがある程度整ってきたら、下顎の噛み合わせを調整するための回転軸を決めてあげました。回転させる軸の位置の決める際は、顎の骨の動き方を考えて、実際の生き物などの動きをイメージしながら決めていきましょう。先ほど穴閉じをかけた際に、穴閉じをかける部分が、範囲が広かったことによって、結構大きい左右差が生まれてしまいました。なので、ミラーをしてダイナメッシュをかけました。ミラーの使い方は、ツール紹介動画1の8番にございますので、そちらを参考にしてください。口を閉じて、噛み合わせを確認していきましょう。なんとなく噛み合わせをちゃんと合わせて作った感じでも、実際合わせてみると、こんなにずれておりますね。こういうところをちゃんと詰めていくのが実は完成度に影響するのではないかなと思っております。結構地味なんですけれども、これからひたすらスネークフックブラシなどで噛み合わせを合わせていきます。こういう時にもスカルプトリスプロモードをオンにしておくと変形がスムーズに行えますので便利ですね。動きの癖というか、うまく
変形させるための癖みたいなのはやっていくうちに分かってくるかなと思いますので、適宜スカルプトリスプロモードをオンオフ使い分けていきましょう。ある程度噛み合わせの形が定まってきたら、少しだけ刃のディテールを入れてイメージをつかんでいきます。クレイビルドアップで刃の筋の部分を軽く彫っていきます。この時には刃の生え方というか成り立ち方を考えながら作っていきます。刃の根元の盛り上がり、あとは、どうこの刃が成長してきたのか、そういったところを考えながら作ることで細かいところにも説得力が生まれるのではないかなと考えております。新しくスフィアを挿入して内側の牙を作っていきます。ベースの形は左右対称で作った方が作りやすいかなと思いますので、別のスフィアを挿入して制作しております。今回は外側の外骨格的な牙と内側の刃の2層構造の刃の形にしていきます。大きさを調節して一本一本つけていきましょう。こういう同じようなものを複製して作っていくときに便利なのは、ギズモで移動する際にコントロールを押しながら移動すると複製しながら移動することができます。複製元のメッシュにはマスクがかかっておりますので、移動しながら角度や大きさの調節も行うことが可能です。とりあえずはあまり形など気にすることなく、バランスを見ながら複製を重ねて数を増やしていきましょう。だいたい揃ったら上顎の上側の内部も少し彫り込んであげて、歯茎になる部分を彫り出してあげましょう。下の歯部分を一個一個また複製していくのは少々時間の無駄かなと思いましたので、上の歯をミラーで、上下にミラーして下の歯の大まかなあたりを作りました。このままでは違和感がありますので、今後バランスや配置の調節はしていきます。このような複数のメッシュがあるサブツールはポリグループを分けてあげることで効率的に操作できるかなと思います。ポリグループという項目の自動グループっていうボタンを押すとメッシュごとにポリグループが分けられます。シフト F を押してポリフレームを見てみると色分けされているのがわかると思います。この状態でコントロールシフトを押しながらいじりたい刃をタッチするとそこだけが表示されるようになり操作が可能となります。全部を表示させたいときはまたコントロールとシフトを押しながらキャンバスをクリックしましょう。ポリグループは使いこなすと大変効率が上がりますので、慣れてきた人はいろいろ調べて活用してみるといいかなと思います。この部分かなり地味な作業がずっと続きますので、大幅にカットしてもらっております。内容としましては微調整を繰り返してしっかりと生えている感じを演出しました。刃は適当に配置するとかなり脆そうな刃になってしまいますので、大小のバランスや角度など、細かに調整し、しっかりと力強い刃に、しております。あまりにも同じようなサイズ感の刃が続くのもあまり見栄えが良くはないですが、ランダムすぎるのもやはりバランスが悪いので、いろいろな生き物や作品を見て絶妙なリズム感っていうのを手に入れましょう。牙の大まかな配置が終わったら、次は全体のイメージをつかむために鱗の当たり付けを行います。ダムスタンダードブラシなどで地道に当たり付けをしてイメージを作っていってもいいんですが、今回はスポットライト機能を使って当たりを付けました。スポットライト機能は前回の動画でも
顔の形を作り出す際に使っておりました。ツール紹介の動画の1の9番で使い方の紹介はしております。このスケッチは Photoshop を使って D ブラシのスクリーンショットの上から鱗をスケッチしました。それをスポットライトを使って上から転写してイメージをつかみます。あまりにポリゴン数が少ないとうまく転写できないので、解像度を上げてダイナメッシュをかけてあげるといいかなと思います。スタンダードブラシで軽くなぞってあげて転写をして、その上からスムースを軽くかけてなじませてあげております。顔も転写したあたりとスケッチを元に鱗、口角の筋を入れていきます。ここではスラッシュ2ブラシとダムスタンダードブラシを使っております。スラッシュ2はデフォルトのブラシパレットには入っておりませんが、使い方、出し方がツール紹介動画1の14で説明しておりますので、そちらを参考にしてください。顎の鱗、口角ですが、今回は爬虫類ベースなので、イグアナなどに見られる大きな頬の鱗をイメージして構成していきます。膨らみにかけて大きくなっており、前に行くほどそれが収束していくような形状です。大きさが均等にならないよう粗密を意識して鱗を構成していきます。頬の方も口のラインに沿って大小の流れを意識して鱗を彫っていきます。眼球の周りはよく動くかと思いますので、あまり大きい鱗を配置せず、小さめな、皮膚に近いような鱗の構成にしていきたいと思います。そして頬の出っ張っている部分はやはり分厚く硬い鱗、口角にしていくことでメリハリが生まれるかなと思っております。下顎の前の方の生え方の流れがこの全体の流れに対して逆の方がいいかなと思いましたので、一度スムースで消してその上からサイドスラッシュ2を活用して構成していこうと思います。顔の鱗を作りながらまぶたの造形も進めていきます。スネークフックで引っ張り出しながら徐々に形を整えていきましょう。目は結構顔の印象を左右しますので、寄りでずっと作って印象が崩れてしまわないよう適度に引きで見たり様々な角度で確認しながら作るのがおすすめです。首の部分も少しずつ形にしていって、自分の作っている方向性が自分の作りたいものにちゃんとなっているのかを確認していきます。下顎の後ろ側は、よく稼働する部位なので、細かめの鱗を配置していき、肉感を残しておきましょう。それより後ろの中くらいの鱗、あとは上の方の大きい口角はクレイビルドアップで形を彫り出していきます。首の部分をある程度まで彫り込み、角の形状をもう少しだけ複雑なものにしました。次は角を彫り込んでいけるよう Z スフィアをメッシュ化します。やり方はツール紹介動画2を参考にしてください。メッシュ化した後は、まずはカクカクしている部分をスネークフックやスムースで調節していきます。角度の調整はスネークフックはあまり適していないので、マスクをかけてギズモで角度の調整をしています。どの角度から見ても不自然でない曲線のシルエットをまずは目指します。先を尖らせたいときや、よれた形をまっすぐにしたいときもスムースをうまく使うと非常に便利です。時折大きくシルエットを動かすことで一番見栄えをするような形を模索していきます。そしてシルエットの形が大まかに決まったら、
クレイビルドアップブラシで盛っていきます。盛るときも適当に盛っていくのではなく、ある程度角の筋の方向を考えながら放射状に持っていっております。今回は角を内側から放射状のディティールがある形にするため、このような盛り方になりますが、それぞれ形状に沿った盛り方が必要になるかなと思います。案外ここでささっと作った形が今後の形状を決めてしまうので、勢いはありつつも雑にはならないように持っていきましょう。角の方向性を決める際、動物の角を参考にするのはもちろんなんですが、樹木や岩、鉱物なども結構参考になりますので、その辺からいろいろ要素を拾ってきていいなと思える形を探していきましょう。私は角作りのこの辺の作業が非常に楽しいポイントかなと思っています。角はドラゴンを作る上では印象の大きい部分を決める重要な要素の一つですが、他の部位に比べると自由度も高い部分なので、楽しみながら美しい形状を模索していきます。徐々に細かい突起などのアクセントも入れていきます。シルエットの段階からある大きい突起が全体に馴染むよう細かい要素を足していきましょう。ここでも様々な角度から確認しながら造形のリズムを作っていきます。簡単に言うとすれば、大きい突起のすぐ横には、同じようなサイズ感の大きい突起ではなく、小さい突起みたいなのをいくつかつける、みたいな感じですかね。そういう角における大要素と小要素のバランスみたいなのは、結構盆栽とかでも参考になるかなと思っています。形がだいたいできてきたら、引きで見てぐるぐると回して、太さや突起などのバランスをよく観察します。そして、角になるような部分を足したり、突起を足し引きして、全体のバランスの調節をしていきましょう。ベースで作った流れをもとに、表面の造形をより細かく形を整えていき、完成度を高めていきます。表層の部分を整えていく際は、強度を下げたクレイビルドアップで筆圧を抑えめに描いていくのがおすすめです。シルエットで作ったイメージを壊さないように繊細に進めていきましょう。クレイビルドアップブラシで表層を整えたり、軽い筋を入れるのと同時に、スタンダードブラシなどを活用して、しっかりと影が落ちるくらい、はっきりとした凹凸もつけていきます。さらに、スラッシュ2やダムスタンダードブラシなどで、剥がれやひびを作っていくことで、ディテールアップを図っていきましょう。こういった剥がれのような部分は、木の幹などを参考にするのがおすすめです。角の根元のデザインを変更していきます。この段階では、あまり頭の形状からの流れがつながっておらず、結構断ち切られている状態になっていて、馴染みが悪いので、後頭部の角とつなげていこうかなと思います。ある程度まで進んでいても、デザイン的にこの部分は合っていないと思ったら、すぐに直すことが大切です。クオリティアップを目指すのであれば、妥協せず形を変更していきましょう。トゲをスネークフックで引っ張り出して、シルエットが一番入る形っていうのを模索しております。作っては引きで見て、いまいちだなと思ったら、コントロール Z ですぐに直す。これの繰り返しを行っています。いいかもしれないなと思ったら、サブツールを複製して、一つの案として保存しておくのもありかなとは思います。最終的には根元はこのようなデザインに落ち着きました。台風みたいなねじれ感のあるデザインで、角の流れを壊さずに頭につなげることに成功できたと思います。ぶっ刺さっているかのような角になってしまうと、デザインとしても美しくはないですし、説得力にも欠けてしまいますので、
付け根部分は特に注力してこだわっていきましょう。そして鼻先の角の造形も進めていきます。こちらも頭の上の角と同じように木の幹などを参考にしながら彫り込んでいきます。別な部位ではございますが、やはり同じ生き物から成り立っている角なので、雰囲気がかけ離れすぎないよう注意しながら彫り進めていきます。雰囲気の一貫性というのは案外大切で、要素が混在しすぎるとクリーチャーって何が何だかわかんなくなってしまいがちなんですよね。例えばキメラ的な生き物を作る際も、突然別の生き物のパーツがくっついているような集合体よりかは、要素をしっかり混ぜつつ一貫性を持ったデザインすることで、ちゃんとその形をした生き物っていう感じで、より洗練されたものに仕上がるかと私は思います。合体怪獣みたいなコンセプトの感じなら全然問題はないんですが、説得力が重要なクリーチャーなどでは、そういったところも意識してあげるといいかなと思います。下顎の細部の部分も進めていこうと思います。クレイビルドアップブラシを使って筋のようなディテールを彫り込んでいきます。牙の方にもスラッシュ2で剥がれのようなものを入れていき、ディテールアップを図りましょう。他にも顎の下の影が落ちる稜線になるところに突起を作ってアクセントをつけます。こういう影の境目になる部分にアクセントを入れてあげると造形としてパッキリとするのでおすすめです。今一つ密度が足りないなという時にも使えるので、なんかのっぺりしてしまってるなっていう時はぜひ使ってみてください。こんな感じで細部を進めていき、ひとまず顔の造形は完成としたいと思います。もっと細かい顔の質感の部分は最後の全体調整でやっていきますので、すみませんがお楽しみにしていてください。次回は体の素体作りになります。見てくださりありがとうございました。